ああ、フック系じゃあちょっとフックっぽいです。おわー、そしてまあジャブでいきます。はい、いきます。やばいよ。うわー、これもう受けなくだよ。ああ、やばい。この状態で。おお、向かった向かった。おお、いい。マジで全然違うね。木村君、よろしくお願いします。はい、お願いします。うん。どんどん着地。こんな感じで、まあジャブでいきますから。はい、いきます。やばいよ。うわー、これもう受けなくだよ。僕はなしで。僕はもうやめてください。すごいスローモーションでやってみますじゃあ。ゆっくりやっても入るけ。そう、ゆっくりじゃあいきますね。ああ、やばい。これやばい。これやばい。ゆっくりでもやばい。ここで分かるのが、まあ、よくねパンチの威力って重さかけるスピードっていうじゃないですか。パンチのスピードは重要なんですけど、手のスピードを倍にできるかっていうと、人間の手って限界があって、人と威力の差をつけるのに何が重要かつこうなんとかできるものは何なのかっていうと、重さなんですよ。パンチのスピードが遅くてもさっきみたいに中に入るっていうのは、ここに乗ってる質量というか重みみたいなのがどんだけ入ってるかが大事なんですよね。スピードでいうとこんなんなんですけど、これ今のでサンドバッグがめっちゃ動くわけじゃないです。ただ当たった時にその衝撃がこの中でどういうふうに動くかが大事なんですよね。その重さを作るのが腕腕力でやる時の感触、ちょっとまた踏ん張ってください。はい。こういう感じ。これよくある力じゃないですか。で今そのやろうとしている体幹をつなぐ状態を作ります。はい、僕を振りますでも何でも。めっちゃ多分硬いと思うんですよね。めっちゃ硬いっすね。でまあちょっと今度踏ん張っといてもらってしっかり。星が舞った。そう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 。いやもうでも硬い。硬いんですよね。こう人の力って徐々に出るんですよ。一瞬じゃなくて、こう10キロ、20キロ、30キロ、40キロみたいな感じで力が出てくる。ただそのつながりを作ると50キロっていう感じになるんです。おお、すげえ。感覚が。すげえ。じゃあもう普通に腕力入れてやりますね。こういう感じで背入れます。こう、お、すげえ。すごいよね。全然違う。コンっていくじゃないですか。この触った時にぐらつきがない力ってとっても大事で、遊びのない力が一番差が出るのが打撃なんですよ。打撃って当たってパーンと当たって 0.5 秒後に最大威力が出たら意味ないじゃないですか。それを作るのは奥の筋肉じゃないとできないんですよ。ここは要はボディのところですよね。これを締めようと思ったらどうしたらいいと思うんですよ。今指に力が少しかかりますよね、はい、これがもっとクッと力が入るようになるんですよ。つながりができて緩んだ緩んだ。ここをしっかり。おお、ほら来た来たでしょまた。多分本人は分かるんですよ。今緩んだですね。きついでしょ。要はパンチも全部床反力がどんだけ力にこう転化されるかっていうのがポイントなんですよね。しっかり体幹の練習をするようになると指先がグッグッグッってこうさっきみたいに勝手に力が入る感じになるので、ここがねくったくたになる。何をやっても腕相撲もそうだし、力が
ちゃんとこのつま先足の裏に流れるっていうのをこう常に確認する感じですね。スピードだけがないで。お、わかります？違うでしょ？違う。ただこの感覚すぐ消えるんですよ。今トレーニングっていう特殊な状態でその筋肉を動かしてるんで、要はこうちゃんと動いてなかったのがククって動いただけなんですよ。それだけで何も考えなくてもパンチが重くなるっていうのは、力の漏れる場所が塞がるので、パーンって勝手に威力が出るんですよね。それぐらいね、めちゃくちゃ変わるんですよ。そうドムって。そう膝は少し曲げて、もう一回じゃあこっち向いて、じゃあリラックスして、今はもう筋肉使えてる状態なので、もういらんことしないで手をピュンって飛ばしてる。こうね、スパーンって、もう好きな構えで膝も力抜いて、膝の力抜いて、おおいいですね、その感じ。おお、動かった動かった。ごめんなさいごめんなさい。いや、マジ全然違う。全然違うんです。なんか痛くないでしょ手が。痛くない。そう。ぶつかったらパンチって必ず基本は弾けるんですよ。衝突したね現象っていうの。だけどこっちの有効姿勢が結構重い状態だと相手に入ってっちゃうので、ズブってめり込むような感覚になるので手応えがなくなるんですね。逆になんかスポンっていったらズブって入って相手がなんか勝手に痛がってるみたいな感じになるので。まあね、難しい練習もいっぱいあるんですけど、シンプルなのですね。あ、そうですね。こうした後今日ね、ねじりの練習をしたいんです。だからさっきの状態はーって、作って手はもう飛ばすだけ。飛ばすだけ。蹴りはですね、例えば得意なのこっちの。じゃあこれをね、こうやって押さえるんで。蹴り上げてもらっていいですか。難しいですね、なんか力入るわけないじゃんっていう感じしません？蹴りをやるときにここね、こんだけ抑えられてもブンって出せるパワーがあったらいいなって思いません？多分全然威力が変わりますよね。アイクそうこれで蹴りを出そうとするときに抑えられてるので、おっとって結局跳ね返っちゃう。これ跳ね返るのは何でかっていうと、この反力が僕の体をこう押すから、足を上げようとしてもこうなっちゃう、でこれもね、ここが中がしっかり締まってると、しっかり押さえてるわけですよ、こうしっかりクッと締まってると危ない。すげえ先生がすげえこれ。難しいです。シュ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 。ありゃ。で、いいですか。はい。パンチと一緒でゆっくりでも大丈夫。姿勢が入ってると。でしょ。マジじゃん。そうやってこうでも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 威力を変えちゃう。この体幹の姿勢ですね。この棒押しも原理は全部一緒です。これは、強くこの棒を何キロで押せるかっていう練習じゃなくて、どこを使うかっていう練習だっていうのをまずちょっと頭に入れといてもらって、でなんかこうこの辺の奥の方に響く感じ、あるでしょ。中がなんかそううまい。それバリクルですか。バリクル。もうリラックスでいいですよ。おお。いい。マジで全然違うね。人間の体ってここはね、ねじれないんですよ。ねじりは股関節と胸骨だけでねじってるんですよ。要は役割があるんですよ、体って。フック系。じゃあちょっとフックっぽいです。おお。マジか。やばい。この状態で。おお。
やばい。力はね、いや入れてるはずなんですけど、あんまり自分も力感がないんですよ。ふわって受けたことない。受けたことないっすね。あとまあついでにガードポジション、まあ例えばこういう時ですね、ありえない感じで力が出ると、例えばこうなってます。はい。このままこれでもういけちゃうとか。もう一回。はい。耐えてます。もう危ないですよねこれ。耐えれないっすよ。ガードポジションでこの終鉄どうやって使えるんですかって言われたから、ギューってやったらバキ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 ってなってギャーってなった。知っててほしいのは、相手を動かすのにめっちゃ力を足すんじゃなくて、ちょっとアプローチが違うのよっていうことで、だからうまく動かないってことは、まあ、その時パワーが足んないとかインナーの筋肉が足りないっていうことではなくて、インナーの筋肉もあった方がいいんですけど、使えてないことの方がダメなんですよ。地味な稽古なんで、もう寝る前必ずやるとか、起きたら家でやるとか、まあ一人でもやれる練習なんで、もう丁寧に体を動かす練習もやった方がいいです。いや若いから絶対、僕なんかは僕のね会員さんなんかみんな50代とか、僕も50代です。50代になってもめっちゃ強くなってます。あれ化け物みたいな人もいますけどでも会員さんみんな強くなってますよね、おじさんたちが。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。